はじめまして、ミルグラムの一監視をしている一般猫です。一般猫ったら一般猫です。さて、この動画を見に来た方はミルグラムというコンテンツをご存知かと思います。ざっくり言うと、10人の囚人に対し出力された楽曲をもとに罪を見て許す許さないで投票する。それにより囚人たちが変化し楽曲も変化する三進制のユーザー参加型プロジェクトです。現在は3進目に突入。ついに最終章、そしてなんと囚人のロストまで起きており、波乱の状態です。そのロストした一人、はるかの最後の様子が PV として公開されました。衝撃的でしたね。しかし私が気になったのはそれ以上にムーに対する反応です。ムーは無責任だ。なぜはるかに無理にでも食べさせなかったんだ。どうなるか分かってたでしょって、なんでこっちのせいにするの？やっぱりわがままだ。ふざけてんのか？すみません、感情が出てしまいました。私が一番好きなのはムーなのですが、彼女は悪女のイメージで語られやすいです。それ自体は仕方ないのです。ミシンでの彼女の楽曲は悪女に見えるものでしたから、自分も初見はそう思いました。初見は。でもそれは初見の話。ムーは悪女じゃありません。この動画はそれを訴えるためだけに作りました。ムーのためなら何でもしますよ。一般猫は。前置きが長くなりました。ここから考察です。まず一進から順を追ってみていきましょう。さて、一進の曲であるアフターペインは、さもムーがいじめられて主犯格に謝るも許してもらえず刺し殺したという流れに見えていました。しかしこれは事実とは違います。その証拠となるのがこの黒板です。最初の黒板は明らかにムーに向けた悪口だと見て取れます。しかし後半はどうでしょう。内容が変わっています。ムーの犯した罪が少女の刺殺であることは覆りません。ボイスドラマでも明言しているほどです。黒板の内容からはすでに事件を起こした後の内容です。なら、いじめられて追い詰められたというのは事実じゃないことになります。そもそもこんな事件を起こした子が学校にその後も来てたとして、当事者をいじめれる JK っているのかという話です。右のシーンで見て取れる通りドン引きですし、ということは本当にいじめられていたのはこの外羽の少女ということになります。ちなみにニシンの尋問で名前が分かっているので、これ以降は被害者のことはエイと呼びます。他にも根拠は靴下の色にもあります。加害者とおぼしき人物たちの靴下とレイの靴下は一つも合致していません。正直言ってアフターペインから分かることは、実際はムーノがいじめてたんじゃないかと感じる程度。しかし一点だけ不可解な歌詞の部分があります。この「あなたが好きよ」と強調され繰り返されるフレーズです。なぜかこの歌詞の時に映るのはレイで手を伸ばしています。実は英訳歌詞では意外な表現をしています。それが I love you I love you ラブな時点でこちらに言ってる言葉じゃないのは明白だし、誰に？まさかレイ？そういえばこれは楽曲外の尋問からですが、これもよく考えると不思議です。ミニグラムからになりますが、ムーは労働をとことん嫌がります。熱帯魚の飼育は想像より大変です。水槽管理や餌も気を使わないといけません。なんで好きなのか絶妙にイメージと乖離しています。ただ他で意味深なシーンがあります。それがこの形は間違いなくエンジェルフィッシュ。飼育できる小型熱帯魚の代表格です。レイのリュックにマークがあるということは、もしかして熱帯魚が好きなのはレイの方だったということかもしれません。そしてもう一点気がかりなのがムーのスマホケースです。明らかにムーの趣味とは違うケースを使っているんですよね。しかも系統はレイのリュックの方が近いです。しかし違和感を列挙できるだけで答えにはどれもつながりません。ここまでで分かったことはこんな感じです。ぶっちゃけ何もわからん。ただこれらとは別でボイスドラマで引っかかる箇所がありました。彼女は来る直前の記憶がないようで、この MV が時系列が変なことや曖昧になっている理由に関連があるかもしれません。それらも踏まえてミシンの話に移りましょう。やーとんでもないことになっちまったな。そう思わざる得ないのがこの姿なんですが、まあこれだけ見たら取り巻きを使いいじめを繰り返してた悪女と感じざるを得ませんよね。でも最初に言った通り、本当はムーはそういう子ではないです。なぜそう言い切れるのかと言いますと、
あくまでも MV および楽曲は真実ではなく心象風景が映し出されることが重要で、悪いと思ってるなら悪いことをしてるように映るし、悪くないと思ってるなら悪そうには映らないはずですよね。罪悪感が強い和井や自分のせいじゃないと思っていた風太がとても分かりやすいですね。ならなぜムーは悪くないもんと言いながらこんなに分かりやすく路悪的なのでしょうか。この時点でおかしいのですが、他にもおかしなところがあるので順番に解説します。まずはこの屋上でのいじめを発見したレイ。おそらくこの後レイへのいじめが始まったのでしょう。でも大抵の高校生は学校の屋上へ夕方に寄ることってめったにありませんよね。ここのレイの表情はまるで様子を見に来たかのようです。現場を抑えようと追跡してきたというには無防備すぎます。そして見た瞬間、まずいものを見たかのようにその場を去ろうとしてました。追跡してきたならこの反応はありえません。わざわざ見に来た、しかも取り押さえる意図もないなら何故？そこでありえるのがレイはもともと友達だったという説です。これの根拠は尋問にあります。こちらです。私はそれぞれ違う友達を指していることに着目しました。レイが悪いという主張なら18番目の回答はレイを指すはずです。しかも名前もあっさり言いました。イメージ通りの悪女なら名前も覚えてないとしても変じゃないのに、むしろ覚えてないのは取り巻きたちの方、まるでモブです。ところがレイは真逆で、先に挙げた謎の共通点からも関わりが浅いとは思えません。実は1審目から鮮明に映された被害者は彼女だけです。ムー的には裏切られたと言いたいんでしょうが、アフターペインでは取り巻きたちも裏切ってる描写のはず。彼女の表面上の認識と心象がずれていることになります。まるで誰が本当に悪いかわからないみたいですよね。そしてそもそも蜂のイメージ自体にも偏見があります。実は女王蜂は選ばれるのではなく、偶然指定の場所で生まれて先に羽化した個体です。ローヤルゼリーという特別な蜜を与えられてるので他の蜂と違うだけ。そもそも卵を産むための個体が女王蜂、しかし稀に飛ぶことができない機能不全の女王蜂が生まれることも。その場合その巣は崩壊してしまいます。ムーなんですけど跳ねないやん。実はムーは不完全な女王だったとこのことを知ってるとわかるようになっていたのです。ことこの言っていた偽女王がいかに的確かわかりますね。S もボイスドラマ中で周囲が勝手に動いてくれると表現していましたし、この記述の通り実は生涯女王蜂は蜜をもらう側で最終能力はありません。不完全な以上本当は彼女は一人で生きていける状態にないということです。でも最後には羽が生えた個体が羽化して飛び立っていきました。羽がないムーのイタスは壊れて取り巻きもすっかりいません。この瞬間はレイが死んだタイミングです。あれ？じゃあレイの死で完成する理由があるってことですけど、どういうこと？ひとまずここまでのまとめです。正直この時点で全然悪女キャラクターのテンプレには当てはまってないですよね。こうなると掘り下げるべきことはレイとの関係性になってくるのですが、そこでこれまであえて触れていなかったムーの象徴があります。それはそう、砂時計ですね。 MV はもちろんのこと様々なグッズでもよく出てきます。これが重要なのはお察しでしょうが、では具体的にこれは何を指しているのか。ここからは砂時計の意味について見ていきましょう。この砂時計ずっと出てきていますよね。アフターペインではムーが閉じ込められていましたが、悪くないもんの冒頭では誰かが掴んでひっくり返しています。この手誰でしょうか。よく確認するとレイの手、つまり操作しているのはレイなんです。ムーは閉じ込められていたのに。ただこの砂時計の意味を解くには先に説明するべきことがあります。それは砂時計の中身、すなわち蜜そのものが何なのかということです。ニシンでの表現は明らかにもらって嬉しいもの、そして羽化に必要なものだったようです。じゃあムーにとって嬉しいものって何なのでしょうか。そのヒントになったのがこの脚本を手掛ける山中氏のポストでした。ムーの点々点は相手の反応を見る間を無意識に用意している。これを確認した後に過去のアプリでの彼女の発言をいくつか見てみましょう。タ
食べる。でも、ムー、ミルクレートが良かったの。やだやだ、つまんない。ユノは暇そうだし、何かお祝いして。お祝い。シドーさん、あんまり嬉しくなさそう。自分が主役の日だよ。もっと笑おうよ。すっごい子供じゃない？しかもかなり幼児じゃないか。つまりざっくりまとめるとこういう感じで、お金持ちゆえに感覚がずれてることと、素直に言い過ぎてわがままに見えるだけで、本当は様子を見ながら相手の機嫌が優先な、ちっちゃな子供のような感性のまま16歳になり、見た目や口調と不釣り合いゆえに誤解される非常に純粋で幼稚なだけの子、それがムーの本来の性格だったのです。どうしたら許してくれるの？ムー、何でもするよ。取り巻きたちとのメッセージではイヴ・サンローランの高いリップを上げています。余ってたものだからと上げているだけで、むしろ搾取されてるのはムーです。ここの会話、自分の感想ばかりでムーに感謝してないです。後で見直してみてください。私は泣きました。はるかの件も実際はこうです。障害特性のこだわりなめてるんです。ムー一人でなんとかなるか。そりゃどうなるか分かってたでしょとも言いたくなるでしょう。はるかが本気だってことを知っていて、ムーを許しさえすれば何もしなかった、その決定権は監視にしかなかったはずです。大人でも知識がないと彼の対応ははっきり言って無理だと思います。というわけで、つまりは彼女が求めていることというのはたったこれだけです。実はこれだけです。どうして？裕福なのにと思うでしょう。愛情はお金で買えないでしょう。ムーはパパとママを良い人だと言っていますが、それはあくまで彼女の主観です。実は子供を褒めるだけは良くないというお話があります。何でも意志とされすぎたムーの周囲の反応はおそらく、ムーは綺麗だから、お金持ちだから、可愛いから、こういう服のが似合うから。本当はただの決めつけです。でもムーはそうなんだと思うしかありません。自分を後ろ回しにした思考は実は自己肯定力が低い証拠です。なのにわがままに思われがちです。本当にこの図の通りなのでしょう。奈良当時はといえば、取り巻きが渡す蜜はこれっぽっちでした。しかも本人たちは中身は空っぽで、少しでもムーが機嫌を損ねたら砕けてしまいます。これは自分でムーの望むものは作れないと私は捉えています。こびてただけでしょうね。しかし例外が一人だけいます。レイです。彼女は血の色まで蜜。いろいろお察しのところだと思いますが、そういえば砂時計って何を表してるのでしょう。誰の時間なんですかね。掴んで操作できたのはレイでしたね。後をかしたムーが出てったところを見ると、巣があったのはこの砂時計内部で、下の赤い砂はムーの巣の破片のようです。後をかした時、とてつもない量の蜜が繭らしきところから出てきていて、それはレイが死んだ瞬間でした。要はあの瞬間に時計内の蜜を全て消費したというか消えたに等しいです。砂時計の中身とレイの血とムーにとっての蜜が全てイコールだと考えたら、ムーはレイといた時間にとらわれている。つまりこの砂時計の時間はムーとレイがいた時間だったということ？だとしたら各歌詞のあなたが好きや嫌わないでと言ってる意味は、本当は嫌ってほしくないし今も嫌いじゃない、だからレイを悪役にしきれなかったなら全然隠せてないやん。でも口では悪者にしたそうだし、嫌われそうになってパニックにしても極端です。これについてあるスラングを思い出しました。反転アンチです。好きであればあるほど激しい反応を起こす状態ですが、もしそうならムーにとってのレイって、レイさんよほどムーに優しかったということを、どんな人だったんだ。この出来事が相当ショックで、ムーは後の記憶がないと言っています。しかも曲中の一人称は私なのに、監獄内ではムーですよね。ボイストレーラーなどではもっと年相応の喋り方ですし、ショックのあまり幼児対抗している可能性がありそうです。ただ正直な話、真逆そうな2人が仲良くなるイメージが湧かない方も多そうですよね。そこで逆説的にムーと相性のいい人間像を想像してみることにしました。これは私が作ったレイが世話焼きな性格という仮説の図です。
ムーが最初困っていた時に声をかけてくれたのがレイであればごく自然です。そこからは頼られるという関係性になります。ムーはひねくれてはないので素直に受け取ります。そして察してくれる世話焼きさんは最高の理解者となり得ます。ムーが欲している人とは理解者です。偏見で水に接してくれていたなら特別な存在になるのは納得です。しかしこの健全な状態からどうしてあのような苛烈ないじめが起きてしまったのでしょうか。厄介なことにこのようになった時、取り巻きたちのような得したいだけの人はこのように考えます。嫉妬です。それからムーにこび始めたと考えました。これはその光景。芋虫なのは元は誰かの善意だったのかも。得したい人同士で蹴落とし合い、それがいじめへと発展するのは自然です。ムーはみんなが自分のために注意してくれてるだけと思っていたのかもしれませんね。しかしついにレイにそのいじめが目撃されました。彼女らからしたらこれはレイをムーから引き剥がす大チャンスです。でもムーもレイもお互い信じて一度は黙認で終わらせていたかもしれません。しかし事態はそれで終わらず、レイの悪い噂を吹き込んだり追い詰める気だといったことを彼女らが伝え、レイを信じきれずいじめも止めることなく、ついにレイに矛先が向いてしまった。こうして過激ないじめの正当化が起きてしまったのかなと私は考えました。もしこうなら本当にムーは何もしてない。皮肉な話です。ここから視察につながる理由はもう少しありそうですよね。この図でも書いていますが、ムーなら謝ればあの子たちもやめるはずと思いそうです。ムーは良くも悪くも前世が強すぎて人の悪意に鈍感な嫌いがあります。彼女らも友達として信じようとしてそうレイに提言したかもしれません。でも客観的に見たら彼女らがそれで止まるわけがありませんよね。ムーが止めないと終わらないのに彼女らを半端にかばっていたらきっとレイもさすがに耐えきれないと思います。レイはこう考えたのではないでしょうか。もう嫌われた方がまし。きっとこの事態も収束する。こうして嫌われるという選択をレイが取ってしまい、それにムーは大パニックを起こし必死に弁解するも、もうごめんなさいは届くことはなく腕を振り払われた。パニック状態が爆発し、偶然あったカッターで視察に至ってしまった。これが見当たるすべての点がつながった説です。以上が私の考察です。正直考えてると辛いです。でも全然違うかもしれませんよ。想像通り悪女かもしれません。その方がマシだ。あとちょっとだけもしかしたらあるかもねぐらいの説を話します。ムーの誕生日って7月5日じゃないですか。これよく見るとカーディガン着てないんですよね。多分秋あたりの時期なんじゃないのかなと。春に入学で夏の時期がすっぽり描写が抜けてることになるんですが、7月って夏じゃん。ムーのバースデーイラストをよく見ると嬉し泣きしてるんですよ。誕生日祝われるのすっごい嬉しいみたいなんですけど、このスマホケースレイからの誕生日プレゼントだったら本当にヤバいと思うんですけど。嫌だー。わめき散らしてしまいましたが、三振は全方面素直にとても楽しみです。この動画で少しでもムーの違う可能性に気づいてもらえたら嬉しいです。何より彼女のような人は実際現実にもいるので、偏見で本当に困ってる人をほっといてないかとか一度考える機会になったらな、なんて思います。これは次回でもあります。それではここまでの長いご視聴ありがとうございました。三振みんなで見届けれますように。